星野ロミさんが堀江さんの授業で言ってましたが、なるほどと思いました。堀江さん大丈夫かな。僕その動画は見てなくてサムネイルだけ見たんですよ。堀江さんがやってる高級食パンのお店が何店か閉店してるみたいなのが、どっかのニュースサイトのやつで見たんですけど、基本的にはその高級食パンのお店っていうのがバカバカと潰れているんですよ。堀江さんがやってるところとは別にね。別にというか一緒に。高級食パンと呼ばれてるやつっていうのが、ある種のチートなんですよ。蜂蜜が入っていて、生クリームが入っていて、油分がめちゃくちゃ多くて、糖分が最初からめちゃくちゃ多いので、バターを塗らなくても甘いです。そりゃそうだよ。最初から蜂蜜とか砂糖入ってんだもん。高級な食パンはバターとかマーガリンとかジャムとかつけなくても美味しいんですよって。いやいや、入ってるから。それ最初から入ってるだけだから。山崎パンとかの食パンが甘くないのは砂糖とか蜂蜜入ってないから。それ最初から入ってたら、それは甘いよ。むしろ最初から入ってて甘くない方がおかしいでしょ。蜂蜜も砂糖も生クリームもごってり入ってるパンです。甘くありませんって言ったら、それどうやって作んだよって話で。そういう最初から甘くしてるパンって気持ちしないんですよ。糖分も多いから虫も寄ってくるし、カビも発生しやすいし、賞味期限2日以内とか、3日以内とか早めに食べてくださいって書いてるんですよ。そりゃそうだよ。腐るからね。山崎パンとかで作ってる食パンとかは普通に常温でも1週間とか持つんですよ。糖分こってり入ってるやつとか生クリームみたいなタンパク質こってり入ってるやつはそれは腐りやすいよねっていう。結局その味は砂糖とか蜂蜜を練り込んだ味なんですよ。飽きるんだよね。普通の食パン買ってきて、ピーナッツバター塗りますとか、チョコレート乗せますとか、いちごのジャム塗りますとか、季節によっては桃のジャムとかブドウのジャムとかあるよねとか、バターと蜂蜜がいいよねとかって、食パンっていろんな味をつけて楽しめるんですけど、高級食パンって最初から砂糖とか蜂蜜入ってるから、味毎回一緒なの。だから、だいたいね、2、3回食うとね、はいはい、この味ねって飽きちゃうんですよ。なので、だいたい高級食パン屋さんって、新規はみんな面白がってくるんだけど、だいたい2、3回食うともう食わない。最初に上げボーンって上がってそこからずっと下がり続ける。なので、新規出店がめっちゃ多いんですよ。とはいえ、東京の人は大体高級食パン食ったことあるけど、鳥取県とかの境港とか、高級食パンとか食ったことないじゃん。行って出店すると、一通りそこに住んでる20万人とか食うんですよ。20万人食い終わったら、もう買わないんですよ。なので閉店するっていうね、タピオカと一緒ね。なんか話題になってるし、どんなもんかな。高級食パンって言っても400円とか。もうちょっと高いから800円ぐらいとかあるのかな。まあ800円ぐらい別に人は出せるじゃないですか。出して食って、あ、こんなもんなのねって言ったら、もうそれ以上食わないよねっていう。基本的にはそのご祝儀相場をひたすら焼き畑農業で新規で増やしていくと。なんでその高級食パンのお店がやたら増えたかっていうと、開くと最初はたかがパンなのにめちゃくちゃ売れるんですよ。たかがパンなんで、言うても小麦粉とさ、砂糖と蜂蜜と生クリームだから、原価は安いのよ。で、それがさ、500円とか800円で売れるわけじゃん。なんか利益率めっちゃ高いじゃんみたいに思うんだけど、でもね、ここら辺のね、高級食パン系のとこって、だいたいフランチャイズなのよ。これぐらい売り上げ上がりますよ。宣伝はしますよ。利益率高いですよ。始めてくださいね。で、フランチャイズの加盟料とか、売り上げの何%取りますみたいなので、新規出店を増えて犠牲者が増えると、フランチャイザーの親元は得するんですよ。で、そこが潰れたとしても、そこの店の売り上げが入らなくなるだけで、別にフランチャイズの本部の方は別に損はないんですよ、潰れても。なので、新規をひたすら増やした方が儲かるよねっていうのが、高級食パン、新規出店ブーム市場というのがありましたって話だと思うの。星野ロミさんの動画僕見てないからわかんないんだけど、多分こういう説明をしてるんじゃないかなと思うんだけど。なので、フランチャイズ市場ってね、基本的に大体こういうのですよ。タピオカもね、フランチャイズ市場だったこともあるんですよ。タピオカって、紅茶にさ、フィリピンとかあってタピオカをドボドボドボって入れて、牛乳入れて、パッキングして、オラよって出すだけで500円なんだよ。あれね、原価20円とかじゃないかな。だからめちゃくちゃ儲かるよねっていうので、日本中そこら中でノウハウですっていうので、フランチャイズ募集みたいなのでフランチャイザー増えたんだけど、まあ1年2年でバカバカ潰れるっていう。なのでね、基本的にはね、フランチャイズって本部が儲かるような仕組みなんですよ。で、コンビニもね、もう本部はめちゃくちゃ儲かるんだけど、とはいえコンビニはそこに買う商品がきちんとあって、商品を買う人っていうのがその証券の中にはいるから、なので、事業は続くんですよ、コンビニの事業は。でもそもそもさ、高級食パン一本足打法なわけですよ。コンビニってさ、別になんか肉まんも買うし、ジュースも買うし、雑誌も買うし、お米も買うし、お昼のお弁当とか買うし、カップラーメンも買うし、飲み物買うし、コンビニっていろんな商品が売ってるわけじゃないですか。
携帯の充電器とかもあるし。なので便利だよね、なのに、高級食パン屋ってさ、高級食パンしか売ってません。飽きられたらもうその時点で終了ですっていうさ。一本足打法すぎない。よくそんなリスキーなビジネスに金突っ込むよね。これ飽きられたらどうするんですかって僕だったら思うんだけどさ、飽きられないんですみたいな、なわけはねえだろっていう。お前同じもの毎日ずっと食い続けんのかよみたいな。っていうのが僕は不思議なんだけどね。ラーメン屋とかだったら本当にラーメン好きの固定客がいて週に1回来る人が100人ぐらいいたらなんとか回るよねとかっていうやり方はあるんだけどね。ビジネスって難しいですよっていうところで、はい。自己資金700万借り入れはなしで小さいパン屋の開業を目指しています。ひろゆきさん、場所はどこで開業しますか？どんなお客さんをターゲットにしますか？僕が言うのは多分、ひろゆきさんならっていうのだと、僕は自己資金700万でパン屋を開店しませんっていうのが多分なんですよ。仮にパン屋をやるとしても、パンは売らないと思うんですよね。正確に言うとパンは売るんですけど、毎日朝5時とか、人によっては朝3時とかに起きて、ネタの仕込みとかっていうのをパン屋さんやるんですよね。で、そこで1日で売れたとしても、どっかの駅前でやりましたって言っても、毎日で通る人数なんでたかが知れてるので、それで一生懸命ずっとパンを売り続けるっていう仕事は残念ながら僕はできませんと。なので、僕がやるとしたら、パン屋をやるとしたら、パン屋っていうブランドを作って、それをフランチャイズするためのショールームとしてのパン屋を作ると思うんですよ。フランス仕込みのバターと北海道の小麦を使ってフランス大使館の人も買いに来るような本格的なパンですよっていう形でフランス大使館の近くとかに建てて、でそこはショールームなんですよ。なのでそこそこ高い値段なんですけど、高い値段でおしゃれで店員さんも可愛くてみたいなので、おしゃれスポットとして雑誌とかに紹介されるようないろんな雑誌とかにメールとか送って、うち取材してくださいみたいなので、いろんなパンとかプレゼントしてインフルエンサーとかにプレゼントしてみたいな形で話題になるようにして、このお店をじゃああなたの地元で開きませんか、例えば台東区とかで開きませんかとか大宮とかで開きませんかっていうのでフランチャイズをさせて、そこで売り上げの 3% とかをずっともらい続けるっていうのを僕だったらやります。なのでパン屋をやるとしても僕はパンを売るためにやるのではないので、ずっとパンを作って売り続けるのってやっぱ早起きずっとし続けなきゃいけないので、なかなか難しいと思うんですよ。僕だったらやりません。僕だったらっていう質問に関してはちょっと答えられないんですけど、700万だとすると窯作ってそれなりの土地っていうのだとかなり難しいので、元からパン屋の窯があるようなとこを空いてるとこを入るぐらいしかないと思うんですよね。ちゃんとした窯一から作ると数百万かかっちゃうと思うので、レンガ作りでちゃんと薪で燃やしますみたいなのだときついので、そうするとじゃあ重機屋さんとかに借りてきたオーブンみたいなの買うとしても、それでも業務用だとやっぱり2、300万しちゃうと思うので、なので居抜きの潰れたパン屋とかを買う方がいいんじゃないかなと思います。どうしてもフランチャイズにチャレンジしたいのですが、どの業界のどのブランドが良いと思いますか？年収400万程度があれば大丈夫です。サラリーマンしたくないです。失敗しますよ。基本的にはフランチャイジーっていうのは美味しいところだけ持ってかれて奴隷のように働かされるのがほとんどなんですよ。そうならないようなフランチャイズはどれなのかっていうのを自分で調べられる能力がなかったとすると、割となんか綺麗事言われて、ここだったらうまくいくかも、結構 CM も持ってるし有名かもみたいなので契約してひどいことになって、でも辞めるんだったら辞めるでお金払わないと辞められませんよみたいな契約をされて、結果として1日18時間労働をずっと続けるみたいなことになる可能性があるので、やめた方がいいと思います。いや、何なんだろうね。なんで堀江さんって僕に絡もうとするのかわからないんですよね。絡んできたから返事を書いたら、同じレベルで喧嘩をしてるという風に見られちゃうじゃないですか。僕、堀江さんと争う気ないんですよ。僕は堀江さん好きです。面白いと思って見ています。別にだから争う気はないんだけど、堀江さんがひろゆき嫌い、ひろゆきムカつく、ひろゆき殴りたいみたいになっててなんでネット上でひろゆきやっちゃってくださいよみたいなので、多分こう真に受けてなってるだけで、どっかで出会ってギューって抱いてあげたら、多分ね、堀江さんはね、幸せな笑顔を浮かべるんじゃないかと僕は思ってるんですけど。いやー、だからね、堀江さんがね、今ちょっとね、人生が思い通りになっていないのは僕のせいではないんですよ。堀江さんが選んでしまった選択肢の結果なんですよ。例えば、堀江新党ってあったじゃないですか。N 国党の立花さんが出てきて、堀江さんに黙認してもらって政党を作ってますみたいなので、N 国党の立花さんと絡んでるというのが社会の中で見えている状況で、
ガーシーさん逮捕されましたよねとか、東京都でもポスター貼りまくりですげえお金使ったよねとか、やっぱりそういうやばい人とだよねというのが社会的な認知になっているんですよ。もちろんそうじゃないんだと思う気持ちがあるのは置いときましょう。本人がどういう人かというより、社会の中で N 国党と N 国党立花氏がどういう評価なのかという話で、その人と絡んでて一緒に政党を作ってるよねというふうに見えてしまう客観的証拠があるんですよ。ってなると、やっぱりまともな会社は堀江さんと関わろうとしないですよね。日本の企業って政治とは距離を置くというのを基本的にやろうとするんですよ。自民党を除く。経団連として自民党に寄付をするないんですけど、やっぱりうちの会社、立憲民主党に毎年毎年ずっと寄付してるんですよとか、うちの会社、共産党に毎年毎年ずっと寄付してるんですよとなると、あれこの会社どうなのっていうふうに思ってしまう人が多いんですよ。これ文化的なもので、共産党に寄付するのも、立憲民主党に寄付するのも、別に僕はいい悪いは今言ってません。ただ、なんかじゃあ、サイバーエージェントですけど、毎年毎年参政党に1億円寄付してますってなったら、サイバーエージェントどうしちゃったのってなるじゃないですか。なので、自民党以外に寄付をしてしまうと、社会的なレッテルが貼られる社会なんですよ。こういうカテゴリーの会社なのね。で、そこのカテゴリーに堀江さんは自ら入ってしまったんですよ。これ、例えの話ね、例えの話。なので、基本的に自民党以外で、うちの会社はこの政党に寄付してます。言ってないと思うんだよね。これはね、文化の問題なんです。アメリカであればトランプ大統領支持してますっていう会社もあるし、経営者もいるし、民主党寄付してます、共和党寄付してます、全然いるのよ。でも日本はそういう社会なんです。堀江もそこまで考えてない。これ正解だと思う、多分。フジテレビがなぜ買収できなかったとか、金で何でも買えるって言った堀江さんがなぜ反発をされたのかっていう、日本社会の人たちが物事をどう捉えているかというのと、堀江さんが自分で正しいと思うことというののズレというのが昔からあるんですよ。基本的には金で何でも買えると主張するということも、僕は一律の理はあると思うんですよ。金持ちと結婚するタレントっているじゃないですか。それやっぱ金で買えるんじゃないの？タレントの人生もっていうのは一義的にはいるんですよ。もちろん金を稼げる男性がかっこいいと思ってるから私は結婚しましたって言うんだけど、でもやっぱり金持ちと結婚してる女子アナとか芸能人を見ると、やっぱ金で買えるのねっていう風に見えるじゃないですか。なので金で何でも買えるというのはある程度真理であるというふうに思われてしまうとしても、でもそれを口に出してしまうと敵を作るんですよ。っていうところの日本の文化の問題なんだと思うんですよね。そうだね。やめときましょう。堀江さんの話やめます。すいません。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。